皆さん、こんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。基礎デッサン中級編2回目は靴を描きます。靴は固有色も濃く、形も少し複雑なために、制作時間は5時間30分もかかってしまいましたので、前半と後半の2回に分けてお送りしたいと思います。今回は前半をお届けします。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。靴はこれですが、書き出す前に靴の形や構造をいろいろな角度からしっかり観察しておきます。靴は足の入る部分、甲の部分、指の部分の3つの形で構成されていますから、その形の境界を確認しておきます。また、靴は中心線を挟んでほぼ対称に近い形をしていますが、人に履き込まれることでその人の足の形状による歪みやシワなども見られます。それらもしっかり確認しておきます。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの HB から 6B までの濃さの鉛筆を使いました。また、鉛筆の濃さは鉛筆ホルダーに表示していますから参考にしてください。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。それでは靴のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。よく曲がっているところに着目して直線を使って大まかに当たりを取ります。当たりを書くときは見た目の感覚で書いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、スピーディーな線を書きます。書き直すときも消しゴムで消さずに上からどんどん書いていきます。モチーフが一つですから、いつものように靴の影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取っていますが、靴はかかとからつま先に向かって矢印と同じように運動を暗示しますから、左右の空間と影の大きさと向きを考えて靴の位置を決めます。当たりを取ったら形を描いていきますが、まずモチーフの横幅と高さを決めます。測り棒を使って縦横の割合を出しています。靴は足を入れる開口部分、甲の部分、指の部分の3つの形で構成されていますから、その形を割り付けます。また大きな形で目立つ部分の位置を決めていきます。測り棒を使って位置を検討しています。測り棒を使って靴底の傾斜を確認しています。この靴底の傾斜を基準に形を描いていきます。形のよく曲がっている部分や構造上重要な部分の横幅と高さにおける位置関係を検討しながら、直線を使って大まかな形を描いていきます。中の形も構造的な区分けに注意して直線っぽい曲線で描いていきます。この部分の形はほぼ対称の関係にありますから、
そのことに注意してちぐはぐにならないように書きます。この部分の前と後ろの面の対応関係に注意します。大きなシワや面の変わり目などは線の束で大まかに書いておきます。一番目立つ縦面と斜め上向きの面の境目を書いておきます。中の形の構造的にできるシワや大きな面の曲がり角を線の束を使って書き出しておくことで立体的な感じが出ますから、形を検討する上でとても役に立ちます。横方向の面の境目にも軽く当たりをとっています。靴ひもも書いておきますが、一本上司の線にならないように、靴ひもの明暗によってできる線の濃淡を濃い部分を中心に当たりを取るように書いておきます。左右がほぼ対称の関係にありますから、そのことを意識しながら書きます。これで形は完成です。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。明暗を書いていきます。最初にどこから光が来ているのか、光源の位置を確認しておきます。次に靴の暗い部分、明るい部分を確認します。靴はかなり濃い色をしていますから 3B の鉛筆で書き出しています。鉛筆の腹を使って右側面の暗い帯から書き出します。この暗い帯は一番手前にありますから、常に一歩先んじてデッサンが進むようにします。直線を使って面の向きによる明暗の違いを大まかに書いていきます。開口部の暗さにも手を入れます。角線は形に沿う方向の線を使い、面の向きを意識します。形のポイントになる暗さを目印的に入れておくとデッサンがしやすくなります。
大まかな明暗を書いている時でも全体が同じ完成度になるように気をつけます。また丸印の場所が一番手前にありますから、前後の距離感を考えて常に一歩先んじてデッサンが進むようにします。明るい面も光に対する面の向きを意識して手を入れていきます。台紙上の影も大まかに描いていきます。靴の長手方向の線と水平方向の線を使って描きます。台紙は平面ですから直線を使って描いていきます。この部分は台紙と接していますから濃い接地面の影が出ます。大まかな明暗を描きながら特徴的な明暗変化も書き加えていきます。丸印の部分が一番手前にありますから、この部分の強さを基準にして全体のデッサンを進めます。弱くなってきた右側面の暗い帯を強めます。目立つ暗さを描いておきます。この部分は靴紐などがありますが、とりあえず無視して大まかな明暗を描いています。靴の大きなシワもざっくり描いておきます。大きな明暗は目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めて明暗を検討します。この辺りでティッシュで画面をこすって鉛筆の粒子を落ち着かせます。面の境目の強い明暗変化はそのままにしておいて、影側や奥まった部分の鈍い暗さをこすります。弱くなった靴紐の暗い部分を書き起こしておきます。小さな部分ですが、立ち上がった面で強い暗さがありますから強めに描いておきます。また手前の暗い帯に戻ってきて、そこから全体のデッサンを進めていきます。暗い帯、その下の反射光、横を向いている面、斜め上を向いている面、上を向いている面など、
面の方向による明暗変化に注意して書き進めます。この辺りは指の付け根付近で歩くことでできる靴の大きなシワや凹凸がありますから、形に沿う線を使って描いていきます。接地面の影の濃さを中心に台紙状の影を描いています。影も同じ濃さであれば手前から奥に行くに従って弱く描くことで前後の距離感を表現できます。この部分は接地面の影みたいなものですから割と強めの暗さになりますが、手前は強く濃く奥に行くほど弱く薄くを適用します。ここを描くことで上の皮の部分と下の靴底の部分の形がはっきりしてきます。また一番手前に戻ってきました。皮の重なりや小さな形の変化による明暗なども特徴的なものから描いていきます。この辺りは少し細かく描いたり、また全体の大きな明暗を大まかに調整したりしています。デッサンは細部を描くことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を描くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。この部分は向こう側に回り込む形ですから特に弱くしておきます。この部分も手前と奥の距離感を表すために弱く書いておきます。靴紐を書いていきます。靴紐の断面は四角形なので、ねじれた四角柱と考え、ねじれた面と光の方向から明暗を検討します。暗い部分から書いていき、明るい面、中間の明るさの面へと移ります。
靴紐は輪郭線を描かざるを得ませんが、一本上司の線にならないように注意します。革の重なりによる陰影や靴紐の影の強弱を描くことで、小さな形の重なりや隙間の空間を表現します。革の厚みの描写は質感表現につながりますから、しっかり観察します。靴紐の影を描いていますが、革と接している部分は接地面の影で色が濃く、離れていくに従って影は薄くなります。また影の起伏で革のシワの形も表現できます。小さな部分ですがよく観察します。金属部分も質感を表現するために暗い部分はしっかり暗くしておきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。開口部分は全体的に暗く奥まったところにありますから、 B の鉛筆で鈍い発色に抑えています。また暗いながらも面の向きによる明暗の違いはあるはずですし、形の起伏による明暗変化も観察します。また一番手前の暗い帯に戻ってきて書き込みを強めていきます。この小さな立ち上がりの面はとても暗いですから、手前と奥の空間を表現するのにかなり役に立っています。しっかり観察して革の厚みや微妙な明暗変化も最終的にはしっかり描いていきます。また手前を強めています。この部分は一番手前にある上に前を向いている面、横を向いている面、上を向いている面の3面がぶつかる形のポイントでもありますから、一歩先んじてデッサンを進めます。
そうすることで靴の立体感や全体の空間が非常に描きやすくなります。側面の飾り紐も書いておきます。こういうものも革靴らしさにつながる一つの要素になります。はい、皆さんいかがでしたか？靴のデッサンの前半はここまでにしておきます。後半はさらに書き込みを進め、靴らしさを表現したいと思います。それでは今回の要点をまとめます。1、構造を理解する。靴の構造として足の入る開口部分、甲の部分、指の部分の3つの機能としての形を確認します。2、形は直線っぽい曲線で書く。形を書くときはよく曲がっている部分に着目して直線を使って大まかに書きます。3、前後の形の対応関係をしっかり意識する。向かい合う面の形を意識することで形がより強固なものになります。4、方言の位置、靴の構造、面の向きなどを意識して大まかな明暗から書き始める。5、手前にある面の向きの変化による明暗や特徴的な暗さを先んじて書く。これらを書くことでデッサンが進めやすくなります。はい、皆さんお疲れ様でした。今回の説明は以上です。次回は靴のデッサンの後編をお送りします。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。